こんにちは、斉藤直樹です。今回は初心者が上級者になるために必要なイラスト上達テクニックということでお送りしていきたいと思います。イラストを練習しているとどうしてもね、ある一定のレベルからなかなか上達しない。自分は初心者じゃないと思うんだけど、その先どうやったらもっと上手くなれるのかわからないという人もたくさんいると思うんですね。はい。そんな時にはこの動画を見てください。イラスト初心者の方ってどうしてもですね、人体構造が間違ってるとか、シワの描き方が下手だとか、そういうことが原因で絵が描けないと思い込んでいる人が多いんですが、実はそれって絵の一要素でしかなくてですね、意外と他の部分を意識した方が絵が上達することも多いんですね。なので今回は意外と絵を描いている人が認識しづらい、でもめちゃくちゃ大事なイラストの上達テクニック5つ紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、絵の見た目をぐぐっと高める5つのポイントを知っていただけて、自分の絵作りにすぐに活かしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。顔の立体を考えて影を塗ろう。最初にお伝えする上達ポイントは、顔の立体を考えて影を塗ろうってことです。こちらの作品を使って解説していきましょう。ですね、まず初めに言っておきますが、これいきなりね、結構レベル高いこと言います。ただ、これを意識できるようになると、めちゃくちゃ絵の上手さが段違いに上手くなりますので、最初できなかったとしてもね、そこで凹まずに、頭の片隅にでも入れておくようにしてください。意識していればね、そのうちできるようになります。はい。なので、丁寧めに説明していきますね。はい。こちらのイラストなんですが、色選びがね、本当に良くて、彩度が低くて、グレー寄りなイラストなのに、すごくね、色が豊かに感じられる、センスのいいイラストです。ただ、ちょっともったいないなと思ったのが、女の子の顔がもう少し整っていたら、もっと雰囲気良くなりそうだなって思ったポイントでした。はい。まずは結果だけお見せしちゃいますが、僕はその点を踏まえて、このように添削させていただきました。はい、ドン。はい、まあね、顔の好き好きはあると思いますが、絵柄はなるべく変えないようにしつつ、顔の造形を整えてみました。顔が整ったことによって、全体的にスッキリとした印象になって、受け入れやすいイラストに変化したのがお分かりいただけると思います。なぜそのように変化したのか。僕が何をしたのかというと、顔の造形を考えるということをしました。具体的に言うと、このように、髪の毛を一旦無視してしまって、顔の素体だけを考えたときに、どのような造形をしているのかを考えるということですね。このように素体だけにすると髪の毛の印象に邪魔されないので顔の造形をね整えやすくなります。はい。問題がねどこにあるのかも考えやすくなるんですね。例えば僕がこの状態で発見した問題は3つあります。1つ目は顔の主にこの目の角度。このイラストですね、どちらかというと、煽り構図で、下から上を見上げているようなイラストです。なので、目の角度もですね、自然と上を見上げているのであれば、右肩上がりの角度になるはずなんですが、添削前、逆に右肩下がりのような角度になってました。意図してね、そうしている場合には全然いいんですが、もしこれが意図的じゃない場合には、顔全体の角度と目の付き方が逆行してしまいますので、造形の違和感につながってしまいます。そして2つ目は、目線の向きですね。添削前、さっきも言ったように、目の角度が右肩下がりになってしまっているっていう理由もあって、目が右下に向かって溶け出しているようなね、感じになってしまっていました。それに伴って目線もですね、若干上を向いているというよりかは、ちょっとね、こう、虚空をさまよっているような、そんなね、こう、アンニュイなニュアンスになっちゃってました。イラストの状況から考えると、覚醒器を持って何かを訴えかけようとしている少女ですから、どちらかというと目線ははっきりと強めに描きたかったんじゃないかと僕は想像しました。なので、青線のようにですね、しっかりと目は上の方に向けて、意思をはっきりさせた方が、イラストのコンセプトに合ってるんじゃないかなと思います。はい。そして3つ目は、ほっぺたの影の付け方ですね。添削前、光と影の分け方は、この緑色の点線のように、少し下に垂れ下がっているような面分けがされていました。ただそうすると、ちょっとね、こう、ほっぺたが垂れ下がっているような、少し締まりのない印象になりがちだと思います。ここはね、リアリティというよりも、ちょっとこう、概念的な印象も半分ぐらい入っているので、実物をよく観察しても、実際そうはなってないと思うんですが、ほっぺたを矢印のように、ちょっとこう、上に持ち上げてあげた方が、若くてたるんでない、引き締まった肌を表現できるのではないかと思います。そのようにした方がね、目指す印象に近づくんじゃないかなと思ったんですね。はい。この3つを考慮して、素体だけを修正した形がこちらにあります。はい、どうも。
はい。どうでしょう？ほっぺたや顔の角度によって目の傾きを直したことによって、顔全体が引き締まって、そして黒目の位置を見直したことによって、目線も強く上を見たのがお分かりいただけると思います。はい。そしてこれを指針として、実際の絵に適用してみたのが、はい。さっき見せたこちらのイラスト。これですね。こちらの状態というわけです。こうやって素体の状態で顔を一旦整えてみることによって、顔全体の印象を髪の毛に惑わされずに整えることができます。一旦絵を描いてみたんだけど、なんか顔に違和感を感じるんだよな、と思ったら、今僕がやったように、顔の素体を一旦抜き出してみて、顔の造形だけを整えてみてください。きっと、思いもよらなかった問題点、自分の癖のようなものを発見できると思います。自分の癖を発見するのってね、結構他のイラストを描くときにも意識できるポイントが増えるので、ものすごくね、上達につながると思います。ぜひやってみてくださいね。線を溶け込ませてみよう。次にお伝えしたいのが、線を溶け込ませてみようっていうポイントですね。こちらのイラストをご覧ください。全体を桜色でまとめられていて、すごくね、雰囲気がいいイラストですよね。ただご本人が気にされているポイントとして、もっとリアリティを感じる、立体的な印象にしたいというお悩みがあったようです。そのお悩みを受けてですね、僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。いかがでしょうか？ちょっとね、後で見返して、もうちょっと手は大きく描いた方が良かったかな、など、添削の反省点はいくつかあるんですが、全体的に立体感のある、リアリティのある仕上がりになったのではないかと思います。なぜこのように印象が変化したのか、理由はいくつかあるんですが、その中でも一番大きいのが、やはり線を色の中に溶け込ませたのがあると思います。添削前の絵を見てみるとですね、このように太い線が何本も印象的に入っていたのが特徴的でした。線ってですね、絵の印象をすごく強くしてくれるので、強いイメージを押し出すにはすごくいいんですが、線の太さによってはですね、リアリティとはちょっと相性が良くないです。リアルな絵を描きたいのに、線を太くはっきりと描いてしまうとですね、線がリアリティを邪魔してしまって、逆にちょっと子供っぽい印象に寄せてしまうことがあるんですね。絵を描いていく過程で、線を描いて次に色を塗っていく。その手順自体は全然いいんですが、そこからさらにリアルな印象に持っていくためには、線の上から色でさらに塗り込んでしまって、線をね、消しちゃうといいと思います。ほら、添削後、線の印象が薄れたことによって、よりリアルな印象になったのが、はっきりと見て取れると思います。線の上から色を塗り込むってどうすんのってね、謎に思った人もいるかもしれません。これはね、割と簡単です。はい。こちらの動画もですね、そのやり方を具体的にお見せしていますが、途中までは普通に線画を定3で重ねて、普通に色塗りしてますよね。で、そこまでは一緒なんですが、ここから線画の上にレイヤーをさらに重ねてですね、で、ブラシの透明度を少し下げて、50% ぐらいの透明度のブラシで、上からね、ガシ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 っと線画を色に馴染ませていく。はい。そうすることによって、線がね、色に徐々に溶け込んでいって、絵にリアリティを付加することができるようになると思います。リアルな印象を作りたい人にとっては、このやり方はとても効果を発揮するやり方だと思いますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。影でストーリーを作ろう。さて、次にお伝えするポイントは、影でストーリーを作ろうというポイントです。何それ？影でストーリーを作るの？ってね、不思議に思うかもしれませんが、実際にイラストを見ていただけると、一発でわかると思います。こちらのイラストを見てください。はい。アナログで水彩画で描かれた、とても柔らかい印象のある優しいイラストですね。猫一匹一匹の表情がね、とてもよく描かれていて、見ているだけで笑顔になっちゃうイラストですね。これに対してね、僕があれこれ言うのもちょっと野暮なので、そんなにね、添削はしたくはなかったんですが、ご本人がね、もっとよくできるポイントあるってね、すごくストイックな姿勢だったので、あえて添削させていただくなら、っていうことでね、無理やり添削させていただきました。添削後のイラストがこちらになります。はい、ドン。はい、どうでしょう。パッと見の印象として、添削前の印象が、その一瞬を切り取ったような、時間が止まったような印象だったのに対して、添削後は、時間がね、流れ出して、絵の中の人物や猫の動きが感じられるような、少し動きのある印象に変化したのがお分かりいただけると思います。なぜこのような印象の変化が起きたのか、結構不思議ですよね。はい、その理由の一つとして一番大きいのが、実は影の形です。添削前のイラストは背景に大
きな影が入っていなくて、全体にまんべんなく光が当たっていますよね。それに対して添削後は、木の影や建物の影が印象的に大きく入ったことに気づくと思います。はい。影の形をね、赤線で描くと分かりやすいですね。こんな感じです。このように影を入れると、なぜストーリーや時間軸が感じられて、絵に動きが感じられるようになるのかというと、それが視線の流れです。添削前はですね、画面全体に光が当たっているので、視線がこのようにですね、まんべんなく流れていきます。はい。なので、全体を見るので、おのずと動きがバチンと止まって見えるっていうことなんです。対して、影が大きく入るとですね、影の中っていうのは見えにくくなりますから、視界のね、幅が狭まります。かつ、人間の視線っていうのは、文字をね、読み慣れている手前、上から下に流れていくのが自然ですから、この青矢印のようにですね、自然と流れが発生するわけです。この視線の流れに沿って、女の子や猫を配置することによって、止まっているように感じた絵が、急に動き出したような、そんな印象を見ている人に呼び起こさせることができるようになるっていうことなんです。これね、結構すごいでしょ？何回か止まって見えちゃうなと思ったら、今紹介したように、絵の中に影の部分を作り出して、視線を流してあげてみてください。そうすることによって、あなたの絵にストーリーを生み出すことができるようになると思いますよ。普通に描こう。さて、最後の2つ、サクサクいきましょう。次に紹介する上達ポイントはこちら。普通に描こうです。何それ？ふざけてんの？って思われるかもしれませんが、大真面目です。はい。こちらのイラストご覧ください。神秘的な色合いが特徴的でね、すごく素敵なイラストだと思います。冬の日のシスターのイラストですね。こんなにうまく描けてんのに何を悩むことあるんだって思ってしまうかもしれませんが、この方もね、自分ではよく描けていると思うんだけど、なかなかいいねが伸びない。X で評価されにくいんだっていうことをお悩みになっていました。これですね、実は絵の中上級者になってくると、必ずと言っていいほど発生するお悩みだと思います。いや、これですね、おそらく絵だけじゃありません。音楽でも料理でも演劇でも、僕は実はこれって何にでも言えることなんじゃないのかなって思うんですよ。中上級者のクリエイターがぶつかりがちな壁。それは何かというと、実は絵が通好みになりすぎる。変わったことをしすぎるってことだと思います。はい。なので僕はそのお悩みを受けて、このように添削させていただきました。はい、どうも。なんというかね、普通にしただけなんです。顔を明るくして、口にかかっていた髪を取って、髪の毛の長さを想像しやすい長さに整えて、胸から下がっているこの前垂れの形を普通に変更しただけ。はい。ただそれだけなんですね、実は。なぜこのようにしたのか。はい。添削前のイラストで説明していきますが、例えばですね、このイラスト、パッと見ただけで変わったこと3つしてます。1つ目、顔が逆光で見えにくい。はい。逆光の顔ってですね、普通に考えて見えにくいです。さっきも言いましたよね。影の部分は見えにくくなりますから、それ以外の部分に目が行くんですね。なので、顔を逆光にするっていう行為は、絵をそんなに見られていない人からすると、なんで？って思うポイントです。だって顔が一番見たいところなのに、あえてそこを隠すわけでしょ？それって普通の人からしたら、ちょっと謎の行為じゃないですか。絵作りとして逆光にすることで、エモい雰囲気を作れるというのはあるので、その点を考慮してもですね、目のハイライトがはっきり入っていなかったり、サイドヘアで口元を隠していたりと、逆光以外にもね、顔を見えにくくする工夫が何個か重なっちゃってます。これがですね、実はこの絵を普通の人から見て分かりづらくしてしまっている大きな原因になっていると思うんです。この絵がね、いいかどうかは別問題として、X が伸びない一番の原因になっているってことなんですね。そして2つ目の理由は、髪の毛がどこまでも続いているように見えるです。はい。髪の毛がね、赤線のように、ほぼ同じ太さで画面外まで伸びているので、見ようによってはね、どこまでも続いているように見えるんですね。これはね、意地悪な見方かもしれませんが、ハンターハンターのゴンさんみたいな、そういう絵を想像してしまう人もいるかもしれません。そして3つ目は、胸のあたりの前垂れですね。これの形も少しデザイン的にカクーンと折れ曲がったような印象のシルエットになっています。絵としてね、デザイン的に処理したいのは、玄人目からするとわかるんですが、でもね、普通の人の見方をすると、なんでこんなカクーンってしてんのって結構不思議に思っちゃうんですね。そういう玄人チックな工夫って、絵を長く描いているとやりがちです。なぜやりがちなのかというと、これ僕も含めてなんですが、絵にね、意見を述べてくる人が、絵でしてね、玄人っぽいところを褒めてきますし、逆に素人っぽいところをけなしてくるからです。で、その声にね、耳を貸しすぎてしまうとですね、どん
どんね、絵に玄人っぽい工夫が溢れてきます。それによって絵が玄人な人や通な人には受ける絵になっていくんですが、絵をね、そこまで見慣れていない普通の人にとっては、どんどんね、とっつきにくい絵になってしまうんですね。その結果、X では評価されにくいっていうお悩みに繋がってしまうんです。もしね、自分は絵に相当なこだわりを持っているんだけど、なぜか絵が評価されないんだという人は、もしかしたらそれはそのこだわりが強すぎるからかもしれません。時にはね、普通の絵を普通に描いてみてください。このお悩みを持つ人はね、おそらく絵の技術は相当高い人が多いですから、意外とそれだけで多くの人から評価を得られるようになるかもしれません。影色で雰囲気をコントロールしよう。はい、最後。少し長くなってしまったので、最後は簡単に行きましょう。最後のポイントはこちら。影色で雰囲気をコントロールしようってことです。こちらのイラストをご覧ください。狐のお面を被るパーカーを着た少年のイラスト。妖術使いなんでしょうか。少年漫画のような雰囲気もあって、とってもかっこいいイラストですよね。ただ僕がちょっとだけ気になったのは、影色です。特に少年の肌の影色なんですが、少しくすんだようなグレーがかった感じになっちゃってました。そのせいで、あんまり妖術を使いそうな能力者という感じではなくて、どちらかというと、普通の人が頑張って能力者のふりをしている、コスプレをしている、みたいな感じにも見えちゃってました。なので僕はこのように添削させていただきました。はいどうも。どうでしょう？一気に雰囲気が変わったのがお分かりいただけると思います。このキャラクター自体に変わった能力が備わっていて、その能力によって周りのエフェクトがこのキャラの意思によって発生している。そういう感じが強まったのがお分かりいただけると思います。なぜこのように変化したのかというと、そうです。影色です。影色をですね、グレーっぽい感じから赤っぽい、彩度が高い色に変化させました。基本的にね、影色って彩度を抑えて鈍い色で描いた方がリアリティはね、増すんですが、何か特殊な能力を発動しているような雰囲気を出したい場合には、実は逆に彩度を高めて、あえて鮮やかに整えていった方が、能力者っぽい雰囲気にコントロールすることができます。ぜひね、登場人物に特殊な能力が備わっていることを一枚イラストで表現したい場合には、影色をあえて鮮やかな色に持ち上げてあげること、意識してみてくださいね。といったところでいかがだったでしょうか？今回はイラスト上級者になるためのテクニックお伝えしてきました。また今回は具体的なテクニックの話でしたが、もう少し話を広げて、絵が上手くなりやすい人、早く上達する人に共通するポイントがあります。そちらを紹介した動画。必見、上手くなる人、ならない人の違いの話という動画ですね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてください。きっとあなたの絵の上達をサポートする内容になっていると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。